皆さんこんにちは。建築家のバカンス岡田です。今回は大分県湯布院を訪れています。湯布院は温泉地として知られる一方で、建築やアート、自然が身近に感じられる場所でもあります。駅周辺にも坂茂さんが設計した建物があり、街の中にさりげなく建築の魅力が息づいているのが印象的です。今回探訪するのはコミコアートハウス湯布院。隈研吾さんが設計を手掛けた1日2組限定の温泉別邸です。建築と自然、アートに包まれながら湯布院の静かな時間を味わう。この場所でどんな豊かな時間に出会えるのか。それでは見ていきましょう。まず見えてくるのはコミコアートミュージアム湯布院。湯布院の自然の中で現代アートと建築を一体で体験できる美術館です。コンセプトは湯布院の里山風景に溶け込む村。黒い焼き杉の外壁と勾配屋根によって建物は周囲の山並みや街の風景に寄り添うように佇んでいます。湯布院の自然や時間の流れに静かに溶け込んでいく。そんな現代日本建築らしい佇まいが印象的です。そしてこの美術館の裏側にひっそりと佇んでいるのが今回宿泊するコミコアートハウス湯布院です。静かな塀の奥にどんな空間が広がっているのか。それでは中へ行ってみましょう。扉を開けて中へ入ると、先ほどまでの美術館の雰囲気とはまた少し違う、静かで自然豊かな景色が広がります。塀によって外の気配が柔らかく遮られ、その奥には緑に包まれた美しい庭園。建物を分棟とすることで川沿いの小さな集落のような風景が生まれていて、もともとこの場所にあったかのように湯布院の自然の中へ静かに溶け込んでいます。客室はわずか2棟。それぞれ土と竹をテーマにしつらえられていて、素材の持つ力や可能性を空間全体で感じられるように計画されています。今回宿泊するのは竹の客室。どちらの客室にも源泉かけ流しの湯を楽しめる内湯と露天風呂が備えられ、題材そのものが湯布院の自然と静かにつながるように計画されています。建築とアートを巡った後、温泉に浸かりながらゆっくりと過ごす。ここではそんな贅沢な時間が待っているようです。それでは中に行ってみましょう。扉を開けると、まず正面で出迎えてくれるのは表面を炙ったすす竹を爪打ち張りにした壁面。そして別邸という名の通り、玄関で靴を脱ぎ、一段上がって室内へ入っていくスタイル。ホテルというよりも誰かの特別な住まいに招かれたような感覚があります。奥へと続く廊下は切妻屋根を思わせる勾配天井になっており、外観の建築的な印象がそのまま室内にもつながっていきます。そしてこちらの引き戸を開けると、庭に向かって大きく開かれた
和室の居間が広がります。窓の外には緑に包まれた専用の庭。室内にいながらも湯布院の自然と静かにつながっているような凛とした心地よさがあります。そしてこの空間を印象づけているのが天井一面に広がる杉板の網代天井。中央から四方へ広がる繊細な網目が空間に静かなリズムを生み出しています。壁には繊細な揺らぎを持つ越前和紙が使われています。柔らかな光を受けた和紙の表情が竹のしなやかさや艶やかさを静かに引き立てています。続いて庭へ出てみます。外へ出ると足元には白い砂利と石。焼き杉の塀を背景に緑がより鮮やかに浮かび上がっています。こうして外に出てみると葉の揺れや風の気配まで感じられて、また違った心地よさがあります。縁側に腰をかけてただ庭を眺める。何かをするための時間ではなく、何もしないことを楽しむようなとても贅沢な時間です。続いては寝室を見ていきます。こちらも庭に向かって大きく開かれており、ベッドに横になっても外の緑を感じられるような空間です。中央にはゆったりとしたキングサイズのベッド。庭の緑、和紙の柔らかさ、そして竹の質感に囲まれながら眠る。そんな穏やかで静かな夜を過ごすそうです。そして一度廊下に出ると、こちらにはトイレが配置されています。さらに隣の空間を見てみると、こちらにはキッチンスペースが設けられています。カウンターには土と竹のロゴが入ったクッキーやコーヒーなども用意されています。さらに冷蔵庫の中の飲み物はすべて自由にいただくことができ、大分らしかぼすを使ったドリンクも用意されていました。続いてはいよいよ温泉のある浴室部分を見てみましょう。扉を開けると、先ほどまでの柔らかな和の空間とは対照的に黒いタイルで包まれた落ち着きのある浴室空間が広がります。まず印象的なのは正面に大きく開かれた窓。その先には石と緑で構成された庭が広がり、お湯に浸かりながらも自然をすぐ近くに感じられるようになっています。ここでは温泉に入る時間そのものが建築と自然を味わう体験になっています。そして隣の扉を開けて進むと、外には露天の岩風呂が広がっています。
自由の黒いタイルの空間から一転して、こちらは大きな岩に囲まれたより自然に近い温泉です。お湯に浸かりながら庭の緑や外の空気を感じる。内湯とはまた違った湯布院の自然に包まれるような温泉です。それではせっかくなので湯布院の温泉をゆっくりと堪能したいと思います。温泉でゆっくりと体を温めた後は、再び庭の縁側へ。冷蔵庫に用意されていた大分らしいかぼすのハイボールをいただきます。お風呂上がりに庭の緑を眺めながらの一杯。建築と自然と温泉、その余韻を静かに味わうひとときです。温泉でゆっくりと過ごした後は、隣接するコミコアートミュージアム湯布院を見学しに行きたいと思います。宿泊者はこちらの美術館も無料で鑑賞することができます。館内の撮影はできませんでしたが、村上隆さんや杉本博さんなど日本を代表する現代アーティストの作品が展示されています。こちらは2022年7月にオープンした新館。既存の美術館と同じく湯布院の里山風景に溶け込むように黒い焼き杉の外壁で構成されています。湯布院の自然の中で静かに現代アートと向き合うことができる、アート好きにとってはとても贅沢な時間です。続いては2階にあるカフェへ向かいます。こちらは美術館の中に併設されたミュージアムカフェ。大きな窓の向こうには夕だけの雄大な景色が広がり、アートを見終えた後の余韻をゆっくりと味わうことができます。目の前に広がる湯布院の風景と心地よい風を感じながら過ごす。建築やアートを巡った後に自然の景色を眺めながら一息つく。コミコアートミュージアム湯布院ならではの豊かな余韻を感じる時間です。それでは建築、温泉、アートを堪能した後は夕食の時間になったのでお食事処へと向かいたいと思います。コミコアートハウス湯布院にはレストランがないため、今夜は同じ湯布院町内にあるお食事処湯の竹庵で夕食をいただきます。
宿を出て川沿いの道をゆっくりと歩いていく。日中とはまた違う少し落ち着いた湯布院の街並み。こうして宿の中で完結せず、湯布院の街へ少し出かけていくのもこの滞在の魅力の一つかもしれません。そして到着したのが山鹿料理湯の竹庵。湯布院を代表する名旅館亀の井別荘の敷地内にあるお食事処です。それでは中へ行ってみましょう。湯の竹庵はかやぶき屋根の趣ある建物を生かした落ち着きのあるお食事処です。改修を手掛けたのはケースリアルの二俣光一さん。湯布院らしい落ち着きと空間の丁寧さを感じながらどんな食事を堪能できるのか楽しみです。まず1杯目はおすすめいただいた日本初のラグジュアリービールから。それでは湯布院らしい伝統的な郷土料理をゆっくり楽しみたいと思います。湯布院らしい落ち着きの中で旬の味覚をゆっくり楽しめる夕食でした。ごちそうさまでした。それでは夜の川沿いを歩きながら宿へと戻りたいと思います。宿へ戻る途中、川沿いにはホタルが飛んでいました。建築や温泉、アートを楽しんだ一日の終わりに湯布院の自然が静かに余韻を添えてくれます。朝食も夕食と同じく宿の中ではなく、歩いて数分の場所にあるえのき屋茶房でいただきます。朝の湯布岳を眺めながら食事へ向かいます。店内はどこか懐かしさのある落ち着いた雰囲気の空間。朝食はおばんざいのビュッフェスタイルです。
温かな豆乳豆腐や自然野菜のおからサラダなど、体に優しいおばんざいが並び、朝の体をゆっくりと整えてくれます。お膳には自家栽培の炊きたてご飯とお味噌汁、魚料理も用意されています。派手な朝食ではありませんが、湯布院の朝にちょうどいい、心と体に優しい朝の時間でした。ということで、コミコアートハウス湯布院はいかがだったでしょうか。湯布院の里山風景に溶け込む現代建築の中で、アートに触れ、温泉に浸かり、自然の気配を感じながら過ごす時間。ただ宿に泊まるというよりも、建築、自然、アート、温泉が一つながりになったとても豊かな滞在体験でした。湯布院に訪れる際にはぜひ一度足を運んでみてください。このチャンネルでは建築家岡田司が魅力的な建築やデザインをめぐり、人生を豊かにする時間を探す旅をお届けしています。旅行や建築、デザインが好きな方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の旅でお会いしましょう。ありがとうございました。